今回は金消しに色付け動画シリーズ当時物レギュラーサイズパート9ブラックスモーマンをペイントします。筋肉マンテレビスペシャルの決戦7人の正義超人対宇宙の武士編に登場したキャラクター。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート9のカプセルに同梱されていたブックレットです。裏面はこれまでの金消し一覧の文字情報がずらり。表面もカラー刷りでパート8以降のラインナップ超人が着色済みフェイスでずらりと並んだ見応え十分な小冊子になっていました。このパートはナチグロンやプラネットマンなど一部を除き7体はテレビスペシャルの宇宙の武士の面々です。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが致命的な損傷などはなしでした。ペイントには大きくは支障ないのでそのままいつもの工程で下処理を進めていきました。当時物のレギュラーサイズ、高さは約4センチです。巨漢超人らしい重量感あるフォルムをした金消しです。塗装後のレビューを先に、彩色はテレビスペシャルアニメ登場シーンを参考に茶色はベージュブラウンという塗料を使用してメインカラーにしました。テレビでの活躍シーンよりもこの金消しの方がデザインも緻密に作られている感じがしました。下処理からペイントの様子は記録していますのでここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですがこの下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後本格的に色分けをスタート。ゲームカラーのブラック、オーソドックスな黒カラーです。頭髪、化粧回しイメージの腰のコスチューム、アームカバーの装甲に。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。次は腰のコスチュームにモデルカラーのサンセットレッドです。マゼンタに寄せた赤カラーです。隠蔽力はなかなか強く扱いやすい塗料です。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。アームカバーの一部、脚部のブーツに紫です。ゲームカラーのエイリアンパープルというカラーです。少し青みを帯びた紫です。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。フェイス、ボディ、腕部、手、脚部にメインカラーの茶色です。モデルカラーのベージュブラウンです。薄くもなく濃くもなく一番重用している茶色塗料です。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんでそこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。下地が効いて色は乗っていきますがそれでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカルラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料でイギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。曲げを結ってる紐と武器の斧の柄にゲームカラーのカーキを使いました。
明るいライトな黄土色というイメージのカラーです。明るいカラーですが隠蔽力はなかなか強い。その武器の斧の刃の部分にシタデルカラーのベース、グレイナイトスティールです。青を含んだメタリックシルバーです。アームカバーに水色を点で打ちました。ディティールに入ってきました。丁寧に作業を続けていきます。脚部のバンド、腰にも黄色を塗りました。ゲームカラーのゴールドイエローです。隠蔽力には本来不安のある黄色ですが、この塗料は優秀です。ブラックスモーマンは決戦7人の正義超人対宇宙の武士の中では力士マンと戦いました。このテレビスペシャルはアニメ本編ではカットされた落花生編の話がアニメ化されたものです。原作ではアメリカ遠征編以降の話でしたが、超人オリンピックザ・ビッグファイト編以降の話になっていて、ウォーズ1戦で再起不能になっているはずのラーメンマンが健在だったりと、映画版同様パラレルワールド的設定です。色分け最後はモデルカラーのガンメタルです。ファレホの鋼のカラー、濃いメタリックのシルバーです。かかった時間は約60分の塗装でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録から、同じレギュラー版パート9にラインナップの宇宙の武士を見ていきます。まずはブラックナイトです。ロビン・マスクと対戦しました。続いてブラックファイヤーです。こちらはブロッケンジュニアと対戦した宇宙の武士です。このシリーズの金消しは大きめに造形されたフォルムになっていました。そして筋肉マンと対戦したブラックキング、宇宙の武士のボスキャラです。左手には剣を持っている造形です。鞘やベルトに収めた小刀など凝ったデザインをしています。ということで今回は筋肉マン金消し塗装当時ものレギュラーサイズパート9のシリーズのブラックスモーマンをテレビアニメ登場カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。